今日は待ちに待った誕生日。パーティー会場に行く前に恒例のインタビューを受けないとね。魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくるか。プレゼントに何をもらえるか楽しみっすね。おやおや、そんなに期待されているとは。ご期待に添えるでしょうか。プレゼンターのジェイド・リーチです。ラギーさん、本日はよろしくお願いします。ジェイド君が選ばれたんすね。こちらこそ今日はよろしくっす。はい、では早速ラギーさん、お誕生日おめでとうございます。こちらをお受け取りください。待ってました。って重っ。一体何が入ってるんすか？この匂いは。やっぱり洗濯用の洗剤。うわー、これお高いやつじゃないっすか。衣類用洗剤の他にもなんかいろいろ入ってるし。襟袖用に、こっちは泥汚れ専用。へえ、食べこぼしのシミ取りなんかもあるんすね。以前ラギーさんが購買で洗剤を購入しているところをお見かけしたことがあったので、洗濯時の手間暇を減らす助けになればと、こちらの詰め合わせを選んでみました。専用って言うからにはやっぱ使い心地が違うのかな。洗濯するのが楽しみになってきたっす。喜んでいただけて何よりです。現実的すぎるのではと少し心配したのですが。現実的で何が悪いんすか。そういうのが一番嬉しい。最高っす。地元にいた頃はこんな洗剤を使うようになるなんて夢にも思わなかったな。ご実家にいた頃はどうやってお洗濯を？その日食うもんを手に入れるのも大変だったし、衣類専用の洗剤なんて買う余裕はなかったっすね。もちろん洗濯機もないから、溜まった洗濯物を大きなたらいに入れて足で踏み洗いするんすよ。簡単な作業だからガキの頃からよくやってたな。暑い日に裸足で洗濯するのは気持ちよかったし。そういや近所のチビどもと水かけっこしたこともあったっけ。懐かしい。微笑ましい思い出ですね。あの頃は目立つ汚れが落ちたら十分綺麗になったと思ってたけど、今じゃ真っ白になった洗濯物を見て気持ちいいなんて思ってるんだもんな。ノリの効いたシャツや取り込んだばかりのシーツにも抗いがたい魅力がありますね。わかる。この良さを知っちゃったらもう前の生活には戻れないかもしれないっすね。ではインタビューに移りましょうか。ナイトレイブンカレッジの生徒の中で兄弟にするなら誰がいいですか。ただし同じ寮の生徒は除くとのことです。兄弟ね。手のかかるチビどもは間に合ってるし、どっちかといえば兄貴が欲しいかな。そうだな。イデアさんなんていいかもしれないっすね。おや、意外な人選でもないのでしょうか。理由をお聞きしても。まあなんとなく。ほらイデアさんってめちゃめちゃ弟思いだし、それにイグニハイドの寮長をやってるからには工学系の知識とスキルがずば抜けてるはずだし、それってつまりマジカルホイール作ったりアプリを開発したり複雑なプログラムを組んだり専門知識が必要なことをいろいろやれちゃうってことっすよね。俺は魔導工学にはあまり詳しくないっすけど、金になる技術ってことはわかるっす。イデアさんにいろいろ教わったら将来的に役に立ちそう。なるほど。しかしイデアさんは他人との交流を避けがちな印象がありますが。でもオルト君とは仲いいみたいだし、兄弟なら問題なくコミュニケーション取れるんじゃないっすかね。それにもしイデアさんが卒業後に技術者として働くようになったら、営業とか交渉の部分を俺が一手に引き受けるのもありかなって。細かい数字の話となると正直不安なところもあるけど、これまでいろんなバイトの経験積んできてるんで、対人スキルなら絶対に負けないっす。その点は異論ありません。ラギーさんの見事な働きぶりは僕もよく知るところですから。でしょ。だから俺が弟になって接客業務をまるっと請け負ったら、
イデアさんは自分の作業に集中できるし、俺はたっぷりギャラをもらえる。それぞれの得意分野を生かしていい関係を築けると思うんすよ。兄弟で足りない部分を補い合うということですね。素晴らしい。こうやっていろいろ上げてくと、やっぱりイデアさんってかなりの有料株かも。なかなか顔を合わせる機会もないけど、今のうちに親しくなっておいて損はないかもね。続いての質問です。もしもサバナクロウ漁以外の漁に入ることになったら、どの漁を選びますか？サバナクロウ以外の漁か。どこに行ったとしてもそれなりにうまくやってく自信はあるっすよ。でしたらオクタビネルはいかがですか？ラギーさんでしたらすぐにモストロラウンジの重要なポジションを任せられるかと。それってジェイド君やアズール君にこき使われるってことじゃないっすか。遠慮しときまーす。悪くない話だと思うのですが、いいお返事をいただけなくて残念です。天領ね。メリットがありそうなのはハーツラビルかスカラビアかな。メリットですか？ハーツラビルはお茶会、スカラビアは豪勢な宴が不定期に行われる。つまりどっちもただ飯が食える。腹いっぱい飯が食えて残り物を持ち帰れたら他の量よりもだいぶ飯代を節約できるっす。そう言われてみれば確かにさすがラギーさん、目の付けどころが違いますね。どこか一つ選べって言うならハーツラビル漁がいいかな。なんでもない日のパーティーもそこそこ高い頻度で開催されてるみたいなんで。地元にいた頃はお菓子なんてめったに食えなかったからな。ケーキやタルトみたいな贅沢品を腹いっぱい食べられるのは魅力的っす。それにもし俺がハーツラビルに行ってもカリム君は宴に誘ってくれるだろうからね。さすがラギーさん、抜け目ありませんね。とはいえハートの女王の法律はネックになるのでは？まあうちの寮に比べるといろいろ面倒なところはあるっすね。よくもまああれにおとなしく従ってられるもんだよな。真面目というかなんというか、まあ法の抜け道なんていくらでも存在するしね。ハーツラビルに行ったとしてもうまく立ち回ってみせるっす。これでインタビューは終わりっすね。次は本日の最重要イベント、幸運のギフトの贈呈です。チェイド君めちゃくちゃ楽しそうっすね。ラギーさんの誕生日という特別な日ですので、万が一にも失態を晒さぬよう入念にシミュレーションしてまいりました。このように。素振りの音怖いんすけど。本番もその勢いでやるつもり？もちろんプレゼンターの役目を誠心誠意全うさせていただきます。意外とまともなプレゼントくれたし平和に終わるかもって期待してたんだけどね。でもこの後にはごちそうが待ってるし仕方ない。さっさと終わらせますか。準備はできたっす。いつでもどうぞ。はい、それではラギーさん、お誕生日おめでとうございます。